はい、今時刻が朝の8時半か。日本一周3日目っていうかね、日本一周できんのかな。俺もそろそろ心折れそうやな。2日目の夜はね、つくば U ワールド、健康ランドに泊まったんやけど、雑魚寝が寝れない。まず一つ、コンセント使用禁止っていうのがありえんかったけど、で、しかも雑魚寝やからさ、全然寝れない。俺も超繊細なタイプでさ、他人のいびきで全然寝れないと。そんなとこ選んだら俺が悪いんやけどね。でも雑魚寝で寝れる人っていいよね。どこでも寝れるってことやからさ、そういう人の方が多分強いと思う、生物的には。だからほぼ寝てないからね。ただおかげで朝の8時半に出ることができたということやけど、こんな感じだと体力が続かない。俺は途中で事故ってすぐ今日1軒目はね、俺奈良出身やから、ちょっと対抗して大仏は見とかないといけないなっていうことやけど、茨城にはね、牛久大仏っていう高さ120メートルもの大仏が普通に地上にデーンって立ってるらしいから、それを見に行きたいと思います。まだ気温25度、6度とかそんなんやけどね、日光がやっぱえぐいから、普通に暑い。ただ、これは大きな問題やぞ。抜いていっていい？大丈夫？大丈夫？いいの？地上120メートルやからそろそろ見えてくるんちゃうんか。まだか。うーわ、やばー、あれ見えたわ。マジか、結構遠いな。うわ、見えてる。怖っ、すげえ。120メーター大したもんやな。でかい。思ってるよりでかいな。でかいでかいでっかい。ガンツの世界やんこれ。これはすごいな。意味わかんねえ。ほんまにあんのかこれ。どういう気持ちで通勤してんのやろここの人たち。まだでも120メートルまだ近づいてないか。そろそろ射程やなこれ。これ倒れてきたら俺死ぬやつやな。うわすげえ、ガンツや。やば、でか、無駄に。うわでけえ。バックビューがでけえな。一応正面から見とくか。顔がんとこ。うわ墓でかっ。結構鼻筋通ってる。この辺全部お墓なんや。正面にもあんのも一苦労やな、この大きさになってくると。おお、嘘みたい。おお、すげえ。でも横からの方が迫力あったな。斜め後ろの方が迫力あるな。正面来るとなんか正体分かっちゃう感あって迫力がちょっと薄れるな。到着。120メーターあるな、これは。どうやって作ったんやろ。すっげー。伝わるか。でけえ。マイプロテインの亜鉛とマルチビタミン。でけえ。やっぱね、全長120メートルらしくって、奈良の大仏が、大仏の手に乗るらしい。完全敗北やわ。すげえわ。自由の女神の3倍の高さやって。で、周辺120メートルは倒れても大丈夫なように何にもないっていう。よくできてるっていうか、この墓儲かってんなって感じやな。分かりやすいからいいのか。ご先祖様に会いつつちょっと楽しんで帰るというのがここの魅力なのかなと思います。やっぱバックビューがたまらんね。横からがたまらんなこれ。これいいね。1989年に作られたらしいから俺より後輩やな。すげーでかい。なんか特に宗教的意味合いがある感じでもないね。モニュメント的な立ち位置な感じでした。はい、というわけで次はね、ちょっとね、昨日からしつこく言ってた筑波山のビューポイントっていうところがあるらしくって、ビューポイントの名前がボシト貯水池に向かってます。頑張っていきましょう。ここからだいたい時間を1時間もかかんの。やばいな。1時間ということはもう GoPro とスマホがオーバーヒートするから途中で休憩しないといけないな。なんかあれなよな、だいたい何にもないところを走り続けることになるから飽きるな。もう2日目で若干飽きてるな。こんなにも何もないのか。やっぱ都会は都会で走りにくくて信号多くてさ、車に最適な場所ではないんやけど、やっぱりいろんなイベントがあるのはいいところよな。密度が全然違うな。田舎に来て東京の良さを再認識したな。すっごい広い。地平線が見えそう。久しぶりに。見えてるか。あっち見えてるか、地平線。すげえ。
ついにやな。まだ茨城やけどまだまだこういう景色続くな。筑波山見えたー。やっとやな。飽きたー。ツーリング飽きたー。東京帰りたい。ほんまに飽きたー。だいぶ近づいてきてるからそろそろ母子と貯水池みたいなのがあるはず。そこがビューポイントやからすぐ日本は絶景になるんだから。涼しい。疲れた。天気良すぎる。東京帰りたい。自動販売機がないから喉の渇きで死にそうになるな。自販機ないのか。まずいな。はい、到着。先客おらずということで、どこがビューポイントなんか分からへん。まず池の前まで行かなあかんか。筑波山はビューポイント到着。あっちダメかもしれん。これは今年の夏はもうダメかもしれん。この辺か。この辺やけどやな。曇ってんな。っていうか誰もおらん。亀がいっぱいいるな。はい、筑波山。微妙。トイレは綺麗に使ってね。トイレまでは駐車場から約 1.1 キロ。徒歩約13分です。漏れるわ。こっから、こうか。関係ないトイレを案内してるやろ。えげつねえな、ここ。自動販売機がないことによる生命の危機を感じるから早く帰る。ちょっと笠間山に関してはね、残念ながら期待を超えることはなかったね。昔富士山をさ、山中湖越しに見た時にむっちゃ感動したのを覚えてて、それと同じような感動を味わえたらなって思ったんやけど、さすがにちょっと山中湖では力不足というか、シチュエーションがあんま良くなかったっていうか、曇ってたっていうのもあるから何とも言えへんけど。で次はね、笠間稲荷神社に向かっています。なんでもね、なんかクレジットカードを発行してるらしくって、クレジットカードのポイントが自動でその神社に寄付されるっていうすごいシステムを作ってる神社らしい。それをねやったのがなんか日本で初とかで、そのクレジットカードを持ってるだけでご利益があるみたいな、すげえいい商売してんな。ちょっとね今ねもうね精神的な限界に来つつあります。すごくね家に帰りたい俺は。なんかねバイクの旅ってね本当にマゾヒスティックな旅で、どこ行っても休めへんねん。行くも地獄帰るも地獄みたいな、まさに